どうも。今日はこれです。アワビ、アワビのお刺身作っていこうと思います。用意するもの、アワビと、この辺ね、きゅうりでもわかめでも、あと柑橘、これ好みで柑橘と大葉、この辺あってもなくてもって感じですね。そしたらアワビさばいていきます。でね、アワビね、これ2個あるんですけど、こっちは三陸、国産三陸の、黒アワビ。こっちは輸入韓国のアワビ。だいたい値段で言うと仕入れ値で4000円と、あとこっちはね500円ぐらい。なんで居酒屋さんとかで3000円とか、売り値で2000円とか3000円で売ってるようなのはだいたい輸入物が多いですかね。これは1個で4000円する。高いっすよね。なんでさばいていきます。アワビお刺身で食べるときはこうね、最初にたわしでこすっちゃうんすよ。ここに汚れがこの辺ね溜まるんで、砂とか結構くっついてたりするんで、もうたわしでガーッとこすってもらって、でそこからお刺身にしていきます。でこするとこうやって色が落ちてくるんですけど、そんなに気にせずというか落ちちゃうんで、これしょうがないですよね。これね、洗わないでそのままお刺身にする人もいるんですけど、僕はね洗った方が美味しいかなと。で洗う時に人によってはここに塩する人もいるんですよね。塩して洗うと結構ね身が締まって食感は良くなるんですけど、ただ多少しょっぱくなるんで、僕は何にもしないでこのままこすっちゃいますね。で殻にも結構汚れがついてるんで、殻もこすってあげて、である程度というか汚れをねしっかり落としてあげて、でそこからアワビ外していきます。こんな感じでアワビの汚れが落ちたら、ここからアワビ外していきますと。でね、アワビの貝柱ってねここにくっついてんすよ。でこれ木のヘラとかでやる人もいるし、スプーンでやる人もいるし、あと用ナイフとか何でもいいんですけど、で今回はこれね貝むきで、外してしまいますね。結構ねしっかりくっついてるんで、力入れて外さないと外れなくて、で外れるとこんな感じね。ここが貝柱なんで、ここが外れて、で肝はここで殻にくっついてるんですよ。これはね手でビッと外してしまえばこんな感じで綺麗に外れるんで、だからこれが貝柱、ここが貝殻にくっついてて、あとこの紐が周りにくっついてて、この紐を包丁で外していきます。で殻は盛り付けに使いたい人は取っておいて、あとたまにね田舎の方とか行くと庭に並べてたりするんで、アワビの肝、これね肝も食べれるんで、肝は一応取っときますね今回。で紐をこうやって包丁で外してあげて、これね手でも外れるんですけど、どうしても紐が身に残りやすいんで、気になる人は包丁で外すのがいいかと思います。でね、アワビはね、国産だと北海道のエゾアワビっていうのかな、エゾアワビとか、あとちょっとオレンジがかったメガイってやつとか、あとは黒アワビなんかが市場で売ってるんですけど、だいたいねメガイは比較的安いんですよね。メガイとあと北海道産のエゾアワビで、黒アワビが一番値段は見かける中では高い。で黒アワビだと千葉だとか三陸だとかが結構
値段がするような気がします。でこれアワビの口なんですよ。でここ硬いんで刺身で食べるときは外しちゃってください。これね、この赤くなってるの、これがサザエの口なんで、ここは外して、捨てちゃいますね。でこの残った汚れをきれいにしてあげて、であとは切って食べるだけって感じですね。でこの辺の汚れある程度包丁で取ったら、最後裏側もたわしでこすっちゃいますね。でね、これね、たわしでこするとアワビ自体の身がギュッと締まるんですよね。食感出したい時はこれよくこすってあげると、なんていうんですか、硬いコリコリっとしたアワビになりますね。もっと硬くしたい時は塩してガーッとこすればもっと硬くなります。ただその分ちっちゃくなるんですけどね、アワビ自体が。こんな感じで。であとは、お刺身に切るだけって感じですね。はい、そしたらアワビお刺身に切っていきます。人によってはね、もうこのままバスバスバスっと切ってお刺身にしちゃう人もいるんですけど、僕はね、ここ外すんですよ。ここがアワビの貝柱で、貝柱はね、刺身で食べると結構柔らかいんですよ。これなんでへそなんて言うんですけど、僕はね、ここだけ別で食べますね。あとここね、この周りのこの周り、ここね硬いんですよ。ここが一番で、僕はねこれ外して食べた方が美味しいって思うんで外しちゃうんですよね。あとちょっともったいないんで、これ取っとく人は取っときますね。取っとくっていうか、つけたままお刺身にする人はつけたまま刺身にしちゃってますね。この辺はもう完全に好みって感じですね。僕はね、ここはねいらないってわけじゃないんですけど、ちょっと硬いかなって気がするんで外しますね。こんな感じで外しちゃって、でここからお刺身にしていきますと。アワビさばき終わると、これね、身と貝柱とこの外した周りの硬いところと、きゅうり、わかめ、すだち、大葉って感じなんで、これでお刺身作っていきます。ここはね、刺身で食べると硬いんですけど、火を通すと結構柔らかくなって食べれるんで、もったいないんで火通して、お刺身にしていきます。そうしたらこんな感じで、アワビの貝殻器に盛ってあげて、であとつま、今回わかめ持って、でもし貝殻安定しないようなら下にねちょっとわかめとか敷いてあげて、でちょっとバランス取ってあげて、でねこの辺好みですね。大葉でも何でも敷いてあげて、緑が入ると綺麗になるんで、最初にこのへそのとこね、これをこう切ってあげて、でへそはね縦に切ってもいいし横に切ってもいいし、どっちでも最初に置いてあげて、今度こっち切っていきますと。これ別にどう切ってもいいんですけど、僕の場合はね、ここにこう最初に縦に包丁入れてあげて、でそっから波切りっていうお刺身にしていきますね。貝類はね結構箸で持つとツルツル滑るじゃないですか。なんでこの包丁をね波打ちながら切ってあげると、断面にギザギザができるんで、そうすると箸で掴みやすくなるんですよね。なんでこんな感じでね、こんな感じで切ってあげると食べやすいんじゃないかなと思いますね。で厚さもね、硬いのが好きな人は厚めに切った方が食感があって美味しいし、
ちょっと歯が弱い人は薄く切った方がいいと思うし、もうこの辺は完全に好みというかですね。でもしねこう硬いのが嫌な人はこうやって叩いてあげてもいいのかなって感じですね。そうですね。食感残したい人は厚めに切ってそのままでもいいし、柔らかくね、ちょっと例えば硬いもの苦手なんて人はこうやって包丁入れてあげると、こんな感じでね、表面にバッテンに目を入れてあげると、こうちょっとね食べやすくなったりしますかね。お刺身盛るときは切りながら持ってってもいいし、ある程度揃えてってあげると盛り付けの時に楽ですかね。あとね、アワビは生命力が強いんで、結構世界中どこでもね、オーストラリアなんかにもいるし、あとは中国韓国もいるし、結構ね世界中どこでも取れるんですよ。なんで本当に味もね正直そこまで差はないんですけど、僕の印象だと韓国だとか中国のアワビは柔らかく感じる。で国産の方がやっぱり香りと風味、香り一緒ですよね。香りと味もね美味しく感じますかね。これ全部お刺身で食べたいって人はこれ端っこ入れてもいいんですけど、僕はねこことかちょっと硬く感じるんで、ここはこれと一緒にね、この最初に切った端っこと一緒に焼いて食べちゃいますね。お刺身なんでちょっと飾りなんかつけてあげると綺麗なんじゃないかなと思って、きゅうり別にどうやって切ってもいいんですけど、こんな感じでね、こんな感じで切ってあげて飾り作ってあげると綺麗なんじゃないかななんて思ったりしますね。であとすだちね、すだちちょっと添えてあげて、で種が気になる人は種取ってあげると親切だし、なんか人によってはねこの種が残ってる断面の方が見た目が綺麗なんて人もいるし、この辺は各自ねいいと思う方に盛り付けていただいて、で最後ねわさび、苦手じゃなければねわさび添えてあげて、でアワビのお刺身完成です。これシンプルなんですけど美味しいっすよね。はい、お待たせです。